ね。これ六軒ぶどうとライ麦の 100% のやつ。これが新しくやるちょっとくたに。色変わりあ、閉めていいよ。
もう中が乾燥しきってるっていうか、温度がもう上がってるから一瞬で火つくんです。今のうちにちょっとベシャメル炊いちゃう。この辺なんか薪が外に積んであるとさ、みんな声かけてくれるんだよね。あ、この人いるんじゃねえみたいな。いくらでも来る薪が。火を見て朝ごはん最高。見てて飽きない。危ないけどね、ずーっと火見すぎて仕事にならない場合もあるから気をつけないと。まあ今日晴れだから。晴れ？うん。お昼はそこでご飯食べてちっちゃい休憩スペース。乾燥してる時の手とかにつける粉とかも、そのつけすぎても粉っぽくなっちゃうから、パンができるだけつけたくないんだけど、全くつけないとベタベタで触れなくなるし、本当に微妙なとこだけどずっと頭を動かしてないといい状態にはならない。
すごいアバウトだよ。なんかっていうのが一応これで測るんだけど、表面温度しか測れないし、350度ぐらいまでしか測れないよこれ。だいたい目安としては110度ぐらいまでいってればいいんだけど、夕方になっても110度ぐらいね。中心温度って1回上がったらあんまり変わらないから。だからここでの判断だけじゃなくって、火の判断としてはすすぎれて釜が白くなってきたらだいぶ高温になってる。なんかその辺の全体を探ってみるのと、あとはもう手突っ込んで最後自分の手ででももう結構最後の方になってきて、あ、今日低かったっていう場合はもうどうしようもない。もうパンもある程度その時点では発酵しちゃってるから止められないし、1個パン止めるってことは後の全部が止まるってことだから、電気オーブンみたいにちょっとこの温度にしたいっていうのはできないから、もう後戻りはできない。温度が低い時に泣きそうになるけどねやっちゃった生き玉でも、後から決められる生玉もあるもんね。そうだね。でもなんか限りあるっていうのもいいなと思って、なんか何回でもくべられてガンガン焼けますってなったら、なんかそれはそれでもっともっとってなりそうだから。これ釜の使い方とかって習ったの？いや、もう適当っていうか、もう毎日こうやったらいいかなっていうので、これがその失敗の数々。1年でもこんなすすだらけになっちゃってるから。普通こうならないの？もっと炊き方が上手い人はなんないんじゃない？下手くそだから。最近あんまもう出なくなったけど、バケットもこの触った感じで成形の力加減を変える。発酵の具合がちょっと今日はいつもより行き過ぎてるから、きつく締めないようにしようとか。電気オーブンの時は温度設定と蒸気である程度狙ったバケットって作れたけど、ここでこういう成形がいいと思ったとしても釜の温度次第でダメな時もあるし、まだこの1年ちょっとやって何回かしかないので、今日のバケットいい感じで焼けたぞっていうの。
発目のこのピタパンの焼け具合で判断もできる。これがどんぐらいで焼けるか。釜がまあそもそもアバウトなものだし、で天然酵母ももちろんアバウトな要素があって、そのイーストみたいにただパンを発酵させるだけの菌の集めたものじゃないから、お互いが不確定要素がいっぱいあるもの同士をタイミングよく焼かなきゃいけないっていうのは経験というか失敗を重ねないとそれは見えてこない部分だからめちゃくちゃ難しいめちゃくちゃ難しいからやりがいもあるし、毎日が本当に真剣勝負だから面白い。
この食パンとかが来てないから、焼き上がったのをホイロ代わりに、これがあったかいから今これで下から熱でホイロ代わり。全てにおいて気にしないと、1個でもどれかぼかしてたらもうそれだけ機嫌損ねるからこんだけパンが好きだもんね。うん、そうだね、好きだね。だから労働イコール悪ではない。ドイツにいた時期もあるっていうのもあるかもしれないけど、やっぱりあっちってヨーロッパって労働時間結構限られている中でパンを作ってるわけで、合理的にどんどんやってるんだけど、なんか一時期そういうのを目指した時期もあったけど、なんか結局そういうふうにいかに合理的に効率的にやるかを考え出すと、なんか面白みがも一緒に削られていくというか、だったらなんか別にパン屋やってる意味ないんじゃないみたいになってきて、なんかそこはもう考えないようにしようかなっていう。だから好きなことやってんだから別にいくらでも働けばいいじゃんみたいな考えて今は。なんかもうあと何年かでパン屋辞めるっていうんだったら、もっと簡単合理的なやり方どんどんやってやった方がいいかもしれないけど、あと50年やろうと思ったらある程度そういう難しいっていう楽しみを残しておかないと続かない。今日のバケットはまあ80点ぐらい、そこそこ。まあこれとかはいいけどね。あと20点はあと20点は30年後ぐらいには補えるんじゃないかな長い。長いよ。カンパーニュとか大きいものを奥に入れて、手前で小物焼いて、大きいの焼いてる間に小物を2回転ぐらいイメージです。手前の方が温度が若干低いからね。まあ、こんな感じでやってだいたい25種だ。
俺が天然酵母、そのクロウサギで影響を受けたっていうか、これはイースト使わなくてもレーズン酵母とか高種を使えばある程度の層の甘いものからハード系まで何でもできるっていうのを証明したっていうか、なんかそれまではイーストを使わなかったら美味しいパンなんか焼けるわけないっていう発想だったんよ、そもそもが。多分どこのそれこそ20年ぐらい前ってみんなそういう発想だったんよ。それを覆したっていうかのがクロウサギだったから、そこでもだいぶ自分の中のパン人生っていうかあれは大きく変わったかな。イーストは悪いっていうよりはイーストの匂いがあんま好きじゃなくって、そもそも多分普通にパン屋さんでパン買ってもそんなイースト臭って分かんないんだけど、焼きたてってすごい匂うよ。その匂いがだんだんきつくなってきて、別にそこまでなんか絶対嫌だとは思ってないし、イーストのパンも食べるし美味しいパン屋さんのだったね。パンとかの独特の風味というか酸味が好きだったわけじゃないから、元が。でもよりそういうのを使わない、できたら天然酵母でやりたいって思ってたどり着いたのがクロウサギだから。7時間、まあ4時ぐらいからさ、7時間って一瞬なんだよね。あっという間。なんか多分普通のそれこそドイツとかで言ったらね、8時間労働だったらもうあと1時間働いて終わりだけどさ、この7時間は全然疲れない。なんかあっという間に終わっちゃうから。教えてじゃ。ん？教えてじゃ。まあそもそも高校生の時はラーメン屋になろうと思ってて、流れに流れ着いた果てがパン屋だったっていうでドイツのビオの農場にあるパン屋さんで働けることになって、そこで1年間働いて、そこから日本に帰ってきてまたクロウサギで働いてたんだけど、半年働かないうちに 3.11 があって、まあ、埼玉の秩父にいたから家族がいて、パートナーのお腹にも赤ちゃんがいて、まあ、放射能の影響を考えてもう 3.11 の3日後に九州に避難して、九州ではなんか工場みたいなところで働いてたから、お菓子のね。でそっから岡山に4月に来て1年経って、でもずっともうパンがどうしてもやりたかったから、
お店すぐ開いちゃって、で前の店は8年間結局やったのかな。本当は何もなければそのまま地元も埼玉だし、埼玉でパン屋を自分で開業してたと思うけど、今は全然知らない岡山の牛窓でパン屋やって、メロンパンここ。これレーズン工房で、今からやるのがクロワッサン。レーズン酵母がやっぱそんなにルバンダネと違って酸味もないから、結構発酵力のある種ってことでバターの風味を損ねなかったり、そういうのはあるのかな。天然酵母のクロワッサンって名前と形はそうなんだけど、味はなんか全然これクロワッサンみたいなところがあったんだけど、クロウサギのクロワッサンは本当にクロワッサンっていう感じがして、なんか天然酵母でこんな美味しいクロワッサン作れるんだみたいな、そこの衝撃は結構あったかな。これはレーズン工房。もうこれはレーズン絞った液なんだけど、これはもう本当にクロウサギのやり方そのまんま。そのレーズンの香りがすごいするかって言ったら、多分フレッシュでこのまんま生地に入れてたら香るだろうけど、3回ぐらいついちゃうとそんなに本当に敏感な人じゃないと多分分かんないと思う。これもなんかいろいろ砂糖とか蜂蜜入れる作り方もあるけど、もうレーズンと水だけ。基本はその発酵力っていう意味でレーズン酵母は使ってるから、食パンとか、バケットパンドミとかはレーズン酵母でやるんだけど、パンパンにはレーズン酵母プラス酒種も入れて、ちょっと風味をあえて変えてというか、それプラスドイツでは残ったパンをパン粉にしてまた再生するっていう、そういう技法というか、そういうのがあって、それをやるとパンのその風味も良くなるし、その一回焼いたことによってちょっと香ばしさもあるから、それを残ってるのと、それを入れることによって日持ちもすごいずっとしっとりしてるから、なんか他のパンとは違う風味にしてる。お決まりになったらおっしゃってください。多分今日来ると思うんだけど。同じ瀬戸内市にある名東味噌っていうの、ここの麹を使って。
麹とお米を入れて、うん、これでどうなるのかな。この中はここから発酵が進んで、これ多分発酵が行き過ぎたらパン種として使えないんだけど、そのレーズン酵母もそうだけど、なんかアルコールに変わる手前が一番発酵力あるから。これそのままほっとくとどうなるの。これどぶろくみたいになってくる。だんだんガスを出すのがその発酵として結構役立つから、そこの段階で止めるというか、お酒になったらダメ。クロワッサン一つ。はい。さあ、出します。美味しいね。結局ドイツとかももう大量生産というか効率化重視だから、伝統的っていうよりはもう誰でもできるようにどんどん改良されてるから、パン焼く量がそもそも違うから機械がすごいし、日本と比べたら、まあフランスにしてもドイツにしても、だからそういう意味では日本の方が好きなパンは作りやすいかも。だって何やってもいいんだもん自分の好きなようにやっていいって結構なかなかできないことだし、できないっていうか日本ではできるけど、やっぱパン文化が浅いから確立されてないじゃん。だから何でも OK なところがあるんじゃないかな。まあ主食は米だしね、基本は。まあパン食の人も増えてるだろうけど、俺も米好きだし、お米は食べたいから。これが重たいよもうジムに行かなくてもどんどん背中の筋肉と腕がついていく終了。今日は終わりあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、そこもやってなかった